Well, I'm joined now by Professor Soichiro Takeshita from the Graduate School of Management, Informatics and Innovation at the University of Shizuoka. Thank you very much indeed for being with us. How do you think Japan is going to change under the new Prime Minister, and how significant do you think it is that she's the first woman in this job? Well, I think people have been portraying her as the first woman, right wing. And I think a lot of the Western media has probably copied what the Japanese media is saying, which is very much inclined to the left. I mean, all the policies that she's saying and trying to implement are normalizing this excessively, pro-China or pro-left-wing type of movement. And she's just trying to normalize it. 通勤通学中の皆様、おはようございます。ブクタの世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、先日、高市早苗首相が誕生しました。もう皆さんね、当然ご存知だと思いますが、でこれについてはですね、海外でも報道されているんですが、いわゆるね、左翼メディアは、もう皆さんの想像通り、これ気に入らないわけですよ。現在ね、必死に犬笛を吹いているという状態で、中でも特に CNN の姿勢はひどいと言われているんですね。で、これについては、アメリカのね、非常に有名な知事も言及しておりまして、大変興味深いことになっております。本日は、この高市首相をめぐっての非常に興味深い海外の反応を中心に見ていきたいと思います。この番組は、海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題ですね。こちら見えておりますが、先日ですね、10月21日、高市早苗首相が誕生しました。こちら首相官邸のサイトになりまして、内閣総理大臣の指名と、令和7年10月21日午後、衆参両院にて首相指名投票が行われ、高市早苗議員が伊藤博文初代内閣総理大臣から数えて、第104代目の内閣総理大臣として指名されましたと。でこれにつきましてはね、当然海外のメディアも報じているんですが、中でもですね、かなり左寄りの左翼メディアと言われているメディアに関しては、非常にね、何かを言いたそうに報じているという状態になってるんですね。その筆頭が、こちら CNN ですね。これはですね、アメリカのメディアでもかなり左側に寄ったメディアと言われておりまして、つまりね、右側に寄った FOX と、対極にある、こういったメディアですね。右の FOX、左の CNN、こういったところだと思ってください。Hardline、保守派の高市早苗氏が日本初の女性リーダーに選出された。ということで早速ですが、こちらですね、このね、コンサバティブっていうのは保守という意味です。そして今回はこの頭についている Hardline、こちらが本日のキーワードになります。Hardline。何かを許さなかったり、人々の望むことを与えなかったりするなど、非常に厳格で妥協しないこと。ということでこちらね、Hardline というのは、強硬路線という意味になるんですね。このね、ラインというのは、方向性、方針を示しておりまして、固い方針、つまり強硬路線と、このようになるわけですね。じゃあこの逆のね、ソフトラインという言い方をするのかというと、実際ね、これあまり聞かないので、この言い回しは基本的に、強硬な路線と言いたい時に使われると思っておいていいんじゃないかなと思います。つまり非常に厳しくて、譲歩しない、融通が利かない、こういったニュアンスですね。ということで、こちらは、強硬保守派の高市早苗氏が日本初の女性リーダーに選出された。断固たる保守派の高市早苗氏が火曜日、日本初の女性首相として国会で選出された。長年、政治も職場も高齢男性が支配してきた歴史的に普遍的な国にとって、これは画期的な瞬間となった。つまりは日本は家父長制的な国であると言ってるわけですね。暗された元首相安倍晋三の弟子である高市氏は、彼の保守的な遺産を継承すると主張している。彼女は2020年の安倍氏退任以降4人目の首相となり、世界第4位の経済大国における政治の行き詰まりを反映している。というような形でこのね CNN もこれまでね、この高市さんに関する記事いくつか出しているんですが、ちょっとね、もしかしたらこちらですね、Hardline Conservative。このニュアンスというのが一体どういったものなのかって分かりにくいでしょう。例えばこれがね、Far Right。つまり極右となっていれば、なんとなくその記事のスタンスというのがわかるんじゃないかなと思いますが、Hardline Conservative になると、ちょっとね、そのニュアンスがつかみにくいかもしれませんね。でね、今回ここに言及したアメリカのね、某知事がいるんですよ。こちら、フロリダ州知事のロン・デサンティスですね。この方は保守派として知られておりまして、フロリダ州ではね、このチャンネルでも以前散々お伝えしておりますが、ディズニーの天敵ですよ。ディズニーと、ずっとね、法廷闘争しているという知事。これはですね、フロリダ州が、小学校でね、性的指向とか、性自認に関する授業、議論というのを制限するという法案。これ、親の権利法と言いますが、これを制定したんですね。
そしてこの法案のことを左派はドン制ゲイ法案、つまりゲイと言うな法案ですね。このように読みまして、右派は反グルーミング法と呼んでいます。そしてですね、あろうことがですよ、エンタメ企業であるはずのディズニーがですね、この法案に真っ向から反対したんですよ。するとこれに起こったロン・デサンティスはフロリダ州でね、ディズニーが持っていた自治権の廃止を提案しました。この自治権というのはガチの自治権ですからね、文字通りの自治権です。ディズニーはこのエリアで警察や消防、学校を持つことができます。すごいでしょ。アメリカではね、建物を建てるというのはもう手続きが本当に大変なんですね。なんですが、この自治権を持たせることによってこういった手続きというのを省くことができる。これにより反映してくれれば税収としてね、フロリダ州は恩恵を受けることができる。こういったウィンウィンの関係なんですね。なんですが、このディズニーのね、中にいる活動家たちがこの法案を気に入らなかったため、当時の CEO であるボブ・チャペックをつつきまして、会社としてこれに反対を表明しました。これだけの恩恵を受けているにもかかわらず、その州に対して反旗を翻したんですね。するとこれに起こったロン・デサンティスは自治権の廃止を提案しました。そしてこれはね、報復なんじゃないかということでディズニーがこれを訴えていたわけですね。なんですが、結果的にですね、このディズニーの自治区が州政府の管理下に置かれたところ、ディズニーがいかに好き放題やっていたかというのが暴かれていくわけですよ。そんな中でディズニーがね、取引する会社にまでも DI を強要していたと。つまりその条件が飲めなければ嫌がらせをしていたということも暴かれていきます。と、このようにですね、ディズニーと長年バチバチやり合っているディズニーの天敵ロン・デサンティスが、ちなみにですね、この人、嫁の親がかなりハードラインな強硬なリオタでして、結婚式ディズニーランドで挙げています。ね、皮肉なもんですね。そこから現在ではディズニーの天敵になっていると。そんなロン・デサンティスですが、先ほどのね、CNN の記事をこちらね、引用いたしまして、このようなことを言うんですね。CNN は日本の新首相を Hotline Conservative と呼んでいる。これは CNN の左派寄りの読者に対し、彼女は嫌なタイプだと示すためのサインだ。ここね、駅っていうのは不愉快とかね、気持ち悪い。こういった意味です。私の考えでは CNN に嫌われるということは、彼女がかなり優れた人物だという証拠だ。ここね、Good luck 高市首相と。この方、日本の方ですね。ありがとう、デサンティス知事。日本はいよいよ明るい未来へと進む体制が整いました。多くの日本国民が高市早苗首相に大きな期待を寄せています。あなたの前向きで正確なメッセージに心から感謝します。おっしゃる通り、私たちの新しい女性の首相は、日本版 CNN のようなメディアから極右として扱われていますが、彼女の政策は中道保守で明確であり、単に過激に親中、左傾化した流れを正常な状態に戻そうとしているだけです。私は日本に住んでいます。高市首相はまさに新鮮な風そのものです。私を含めて多くの人々が彼女の登場に本当にワクワクしていて、彼女が再び法と秩序を取り戻してくれるのを待ちきれません。これは典型的な左派の報道テクニックだ。リベラルな論評家であれば単に政治コメンテーターと呼ばれる。しかし保守派であれば必ず保守系とラベルを貼られる。これは自分たちこそが普通の側だと思いたい左派のやり方だ。じゃあ現在ね、やり玉に上がっているこちらの CNN の記事、誰が書いているのという話ですよ。するとね、ここ名前見えますか？ここね、2人名前いるんですが、こっちです。花子モンゴメリーということでですね、モンゴメリー花子なんですね。いやー、このチャンネルでもね、以前こちらの動画で扱ったのをね、覚えてらっしゃる方、まあほぼいないと思いますが、すっごい前の動画なんでね、この人はですね、日本の漫画がそのね、子供に対しての性犯罪を助長しているとして、荻野議員にインタビューしたんですね。なんですが、まあ、このインタビューがひどくてですね、で、いかにひどかったかというのを、荻野議員自身が告発したというね。確かね、この花子さん、件で賞取ってるんですよね。これね、再生リストのアニメの検閲の一番古いところに入ってると思うんで、興味ありましたらぜひご覧になってください。こちらにね、CNN のメンバー出ているんですが、多いですね。ここね、ずらっと並んでおりますが、はい、まだ出てきませんね。いました。はい、ここですね。これです。ここね、花子モンゴメリーと。この人ね、元バイスなんですね。そこから現在 CNN に来ていると。こちら CNN ポストしておりますが、もうこの本文がね、まさに言いたいことすべてでしょうね。強硬保守派の高市早苗氏が日本初の女性リーダーに就任。長年、家父長制的な体質が根強かった日本にとって、これは歴史的な瞬間となった。この方ね、名前に日本語入っておりますが、日本人ではなくて日本語勉強中の方のようですね。CNN が高市氏を強硬保守派と呼ぶとき、それは実際にはリベラルでもグローバリストでもないという意味なんだよね。まさに典型的な欧米の政治価値観を日本に当てはめようとする姿勢。しかも、日本の現実や文脈は都合よく無視されている。なぜ CNN は LGBTQ に反対する人を大抵強硬派と呼ぶんでしょうか？
この方は日本の方ですね。くだらないイデオロギーに偏っていることが丸見えなタイトル。ではこちらニューヨークタイムズですね。高市早苗氏が日本初の女性首相に就任。彼女はヘビーメタルのドラマーであり、ここです。強硬保守派でもある。ね、ここ。ハードラインコンサバティブ。ニューヨークタイムズも言ってます。ニューヨークタイムズの世界では強硬派と呼ばれない保守派が存在するんだろうか。ね、やっぱりみんなわかってるんですね。強硬保守派ってどういう意味？ニュース部門は論説欄になったんですが、なぜ保守派にはレッテルを貼るのに、進歩主義やマルクス主義には貼らないんでしょうか。そしてこちらね、よく映画系の話題でね、紹介しますが、ポップベース、これすごいですよ。極右政治家の高市早苗氏が、日本初の女性首相に就任した。極右ということは、彼女は普通なのかもしれない。普通に知りたいんだけど、彼女が極右と言われてるのはなぜ？極右って何？つまり、常識的で芯のある人ってこと。こちらもそうですね。極右ってつまり、しっかりした人って意味ですか？アメリカ以外の政治家で、ほんの少しでも中道右派寄りだと、本当に必ず極右と呼ばれることに気づきましたか？まるで意図的にそうしているみたいだよ。まあこれはありますよね。プクタはね、海外では極右と呼ばれたりするので、日本じゃなくて海外ではね、これ日本では逆でね、むしろ右派から怒られたりするんですが、こう右派をね、手放しで礼賛するようなこともないんで、違うものは違うって言っちゃうでしょ。プクタはね、政治家じゃありませんが、まあ海外ではね、ほんとこういった傾向強いと思いますよ。で、こちらね、引用欄非常に顕著でして、ここね、旗見ていただくとわかりますが、パレスチナとトランスフラッグですね。初の女性首相だって。でも彼女、文字通り日本版のトランプじゃないか。ここね、同じくパレスチナの旗掲げておりますが、日本の女性蔑視と自立について、つまりはこれが上昇していると言いたいわけですね。こちらもそうですね、パレスチナ旗を掲げておりまして、世界で最も高齢化が進んだ国でありながら、反移民政策をとっている。ということでね、このように、名前にね、旗を掲げている人たちは、このポップベースの犬笛に呼ばれて、ここでね、高市早苗首相を叩いているというような状況になっています。はい、ということで本日はですね、先日正式に就任しました高市早苗首相をめぐる海外の報道とその反応を見てまいりました。いかがだったでしょうか？このね、高市早苗首相をめぐる報道というのは、ある種のね、リトマス試験紙のようになっておりまして、CNN とかだったら、そのスタンスというのはもう皆さんご存知だと思うので、わかりやすいでしょう。なんだけど、先ほど見たようなエンタメアカウントですね。ああいったアカウントというのはかなりの拡散力を持っているんですが、ああいうとこってね、普段どういったスタンスなのかわからないんですよ。それを隠しているんで。だから以前お伝えしましたが、ディスカッシングフィルムがね、JK ローリング嫌いすぎて、もう JK ローリングの話題になると発狂してしまうんですね。そうすると、あのアカウントをどういう人が運営しているのかというのが、中の人の思想が垣間見えるんですよね。だからこの高市首相というのは JK ローリングと同じようにですね、ある意味リトマス試験紙になってるわけですね。あとね、海外の人の反応ですごく目立ったのは、なんでフェミニストたちはこれをお祝いしないんですかと。これ言ってる人はね、すごく多かったですね。それがね、まさにこちらで指摘されているんですが、この人ね、保守派のインフルエンサー、ベニー・ジョンソン。とてつもない数のフォロワーを持つインフルエンサーですね。フェミニストたちは高市氏の歴史的快挙を大喜びするはずだと思うだろう。だが実際は違う。何の反応もない。完全な沈黙だ。理由はこうだ。高市氏は保守派である。大規模な不法滞在者の追放を公約に掲げた。ジャパンファーストを掲げている。伝統的な結婚と価値観を擁護している。自由市場、資本主義を支持している。つまり、フェミニズムは偽物だ。彼女たちは女性を称えるのではなく、グローバリズムと共産主義というアジェンダを称えているだけだ。女性は単なる権力のための道具に過ぎない。これについて皆さんはどのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。